2026年2月28日。ここは盛岡駅西口の方にある盛岡車両センター SL 研修庫。今回は久々に開催されたこの SL 研修庫の見学ツアーに参加します。ここで現在留め置かれている機関車こそ2014年から2023年まで JR 釜石線の SL 銀河の牽引機として活躍した C58-239 号機。 C58 は鉄道省が9600型、8620型などの後継として地方線区向けの客貨兼用テンダー機として開発された蒸気機関車で、客貨兼用とあるように貨物機の力強さと旅客機の高速性を併せ持つ機関車として設計されました。また鉄道省の蒸気機関車として初めて密閉式の運転台を採用し、乗務員の労働環境を改善した機関車でもあります。458の愛称で親しまれた本形式は1938年からおよそ10年間にわたって427両が製造され、全国のローカル線を中心に活躍しました。今回見学する C58-239 号機は川崎車両で1940年に製造され、名古屋、奈良と転属した後宮古へ転属、晩年は盛岡に配置され廃車される1973年まで山田線、釜石線、八戸線など岩手県の路線を中心に活躍し、引退後は盛岡市の交通公園にて生態保存されました。生態保存中には有志による清掃、重油などのメンテナンスが定期的に行われ、良いコンディションが保たれていました。このまま交通公園で余生を過ごすかに思われた C58-239 号機でしたが、ある時転機が訪れます。2012年10月12日、 JR 東日本より驚きの発表がなされました。東北で SL が復活します。 SL 銀河鉄道括弧箇所。東北地方にご旅行される多くのお客様に SL の旅を体験していただくことで、観光面からの復興支援及び地域の活性化を目的として SL 牽引の列車 SL 銀河鉄道を来年度の冬以降に運転します。盛岡市にある岩手県営運動公園内の交通公園に展示保存されている C58-239 を使用します。釜石線では途中勾配区間を走行するなど本機関車のみでの牽引が困難であるため、動力付けのキハ141系を JR 北海道から購入して改造する予定です。かくして鉄路へと戻ることとなった C58-239、 しっかり使ってやってください。盛岡 SL 等保存会の会長から JR 東日本盛岡支社へそのような言葉が送られ、 C58-239 は多くの関係者に見送られ盛岡を一旦後にします。C58-239 は解体の上、大宮総合車両センターに運び込まれ、再び本線を走行可能とするべく修繕や改修が施されます。手厚く保存されていた C58-239 でしたが、やはり時の流れには抗えずボイラーの一部などが使えないことが判明し、大阪の株式会社サッパボイラーへボイラーを送り修繕を受けます。2013年11月には列車名が SL 銀河になることが発表され、運行開始に向けた機運は日に日に高まっていきました。そして月日は流れ、2014年1月27日、大宮での修復作業と構内試運転、高崎での本線試運転を終えた C58-239 が盛岡へと帰ってきました。その後相棒となるキハ141系とともに試運転に臨む C58-239、 4月の運行開始に向けて着々と準備が進められていきました。2014年4月12日、 SL 銀河運行開始。これ以降 C58-239 は SL 銀河として釜石線を駆け抜けていく日々が続きます。地元からも愛され、もはや岩手を代表する風景の一部ともなった SL 銀河。しかしその別れの知らせは突然やってきました。 JR 東日本は2021年11月に客車であるキハ141系の老朽化を理由に2023年春限りでの SL 銀河の運行終了を発表。そして2023年6月11日、ライトアップされた夜の宮森川橋梁、通称メガネ橋の上で長い汽笛を轟かせて停車する SL 銀河。多くのファンや地元住民がペンライトを振り声援を送り SL 銀河との別れを惜しみました。この団体臨時列車を最後に SL 銀河は運行を終了。客車のキハ141系4両は廃車解体されたほか、 C58-239 は他地区へ転用されることもなく、そのまま盛岡の SL 研修庫に留置されたまま動きもなく、2025年2月には全般検査の期限が切れて本線走行も不可能となりました。ここからは見学ツアーの様子をお伝えします。検査切れとなってから1年、再びファン向けに公開された C58-239 は SL 銀河として活躍していた頃と変わらぬ雄姿を見せてくれています。今回は車両の撮影に加えて運転台内部の見学もさせていただけるプランでした。まず社員の方より機関車について説明を受けます。デゴイチ走ってたんですよ、借りて高崎から借りて走ってたんですけれども、
よく言われるのが出口の方が強いでしょ、トルクあるでしょって話があるんですけれども、感覚的にいくと、数字的にはあっちの方が強いかもしれないです。感覚的にいくとこいつの方が強いです、はっきり言って。一番分かりやすいのが昔のデゴイチの方いらっしゃいますか、新花引き出せないんですよね、実際引き出せないんですよ。あの時12系5つか6つ引っ張ったんですけれども、引き出せないんですよ。こいつ PDC の方が重いので4つだったんですけど、でもほぼ上がってくる。もうそこで全然違う。多分4つあるんで分散されるんじゃないかな、体重が。重いけど逆転ってご存知ですか？前進、前に行く、後ろに行く。これが動くと下に下がると前進、上に上がると後進で、このピストン弁というこういう絵を押します。ですけれども、このハンガーがこう立ってるんでほぼ押せないんですよ。まあいいです、最後。はい、前進フル、動くんですよ。で乗務員はこれで発射準備で走ってます。でスピードを上げるごとにどんどん引き上げてる。スピードを上げるごとにどんどんローセカンドサードトップみたいに上げてきます。これはさすがに誰も見れないです、走行途中だとっていう操作をしてます。これ車軸ですけど、タイヤ回れば分かりますか？でここが発熱するので油、これで充電です。このようにここでは紹介きれないほどかなりマニアックな裏話の数々を伺い、説明の後の自由見学の時間では458の細かいところをさらに隅々まで観察することができました。これは458を線路より下から眺めた床下で、手前に見える緑色の板は ATS の車上紙です。そしてこの SL 研修庫には C58、239本体だけでなく SL 銀河に関する展示物も多く存在しています。復元の過程や青函デスティネーションキャンペーンの際に青森で運行された時のサボやヘッドマーク、著名人のサインや現役時代のお召し列車関連の展示もあります。2階には今は亡きキハ141系から取り外された内装や座席が設置されており、窓に設置されたテレビモニターには車窓や PV が映し出されています。これまで使用された多くのヘッドマークも展示されています。これは営業運転開始前にフジテレビの企画で運行された道のく SL ギャラクシーで使用されたヘッドマーク、2022年10月に装着された鉄道150周年記念ヘッドマーク、2020年3月22日に東京2020オリンピック聖火リレーで聖火を運んだ際のヘッドマーク、2019年4月に東北本線の盛岡愛知の関間で運行された SL 銀河岩手幸せ大作戦号のヘッドマークなどなど、貴重なヘッドマークの数々が多数展示されていました。研修庫の外に置かれたこの物体は2014年の復元の際に使用不能と判断されて取り外された C58、239の第1号のボイラー、厚みがわずかに足りず利用できなかったのだとか。これは給水温め機の内部配管だそうです。この円筒形の部分の内部です。さてお待ちかねの運転台見学の時間です。機関士側、ブレーキハンドルや逆転ハンドル、加減弁ハンドルなど SL らしい操縦系が目につきますが、私が見たかったのはこれ ATSP と ATSPS の表示器です。戦前製の SL に現代的なハイテク装備があるというギャップがたまりません。もちろん ATS に加えて列車無線など現代の線路を走るための装備は他にも追加されています。過室の中も見せてもらいました。可防止が見えます。ここの面積によって SL の性能が左右されます。汽笛を鳴らしてもいいとのことですので鳴らしてみます。我ながらうまくできたと思います。全般検査が切れて1年ですが素晴らしいコンディションを維持している C58、239、実はそう遠くない未来に鉄路へと戻ってくることが決まりました。 C58 型蒸気機関車による新たな観光列車の構想について2029年春以降の運行開始を目指し C58 型蒸気機関車を活用した観光列車の運行について検討を開始します。運行区間は東北本線盛岡愛知の関間を予定し、世界遺産平泉など人気観光地を結ぶことで地域の観光資源のさらなる活性化と東北地方へのインバウンド誘致を目指します。2025年12月3日、突如として発表された458の新たな観光列車構想。まだ具体的な情報はありませんが、かつて在籍したジョイフルトレインの多くがここ数年でいなくなり寂しくなった盛岡には明るいニュースです。
また東京、京都、大阪などゴールデンルートに集中するインバウンドの分散とインバウンドが少ない東北への誘致を通して新たな観光需要の創出も期待できます。思い返せば2023年 SL 銀河のラストランでは物語は続くとのキャッチコピーの横断幕が掲げられていたり、その後の労組の資料なども見てみると水面下では C58、239の復帰を模索する動きがあったのだろうと推察します。何はともあれ再び生態保存や廃車といった結末は回避された C58、239。今回行われた見学ツアーは JRE モールで購入することができ、お値段は5000円。3月20日と3月28日の開催分は3月8日現在で残り少なくなってきましたが、まだ空きがあるようです。興味がある方はお早めにどうぞ。ご視聴ありがとうございました。2015年4月の試運転時、盛岡駅の転車台で回る C58、239の映像でお別れです。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。